ちは、レオネードです。築30年の賃貸に子供2人と一緒に暮らしています。今日は入居してから2年、ずっと見て見ぬふりをしてきてしまった押し入れに重い腰を上げてメスを入れていきたいと思います。わー、押し入れって奥行きがある分、奥の方がもはやブラックホールになってしまいますよね。では、下段の方はどうなっているかというと、こっちもなかなかカオスです。このままだと冬用の布団が入らない。ということで、今後はもう押し入れがブラックホールにならないようにいろいろ工夫しながら押し入れ大改造していきます。まずは押し入れの中のものを一旦全部出していきます。ちょっとずつ出しながらいるいらないの仕分けをやり始めてしまうと、こんなの持ってたんだ、どうしよう、これ何かに使えるかもしれないとか、久しぶりに見た懐かしいわとか、いちいち立ち止まってしまって片付けが永遠に終わらないので、ここは何も考えずに一気に気合でスピーディーにやってしまいます。とにかく心を無にして、ただひたすら中のものを全部床に出すという作業だけを機械的にこなしていきました。いろいろ考えることをやめて目の前の作業だけに集中したら10分ぐらいで出す作業が終わりました。やっぱり片付けで時間がかかる原因は、いるいらないとか何をどこに収納するかを長々と考えてしまうことなんだなぁと実感。全部出し終わって掃除機をかけたら何もないすっきりした押し入れに。床の方は足の踏み場もない状況になってます。でもこんな感じで足の踏み場がなくなるとこのままでは生活できないので、ここからの仕分け作業がめちゃくちゃスピーディーに進むんですよね。一気に片付けちゃいたい時はこのやり方おすすめです。全部出してしまったら次は仕分けに入ります。今回は先に不用品買取のポレットの箱を発注しておきました。宅配買取はいろいろありますが、ポレットは買い取ってくれるものの種類がとにかく多いのが特徴です。片付けを一気に終わらせたい時はとても便利なのでよくお世話になっています。また先に不用品買取を申し込むことで片付けの締め切りが作れるというのもメリットです。他人が絡む締め切りがあると重い腰も上げざるを得ないので、なかなか片付けに手がつけられないという方にはかなりおすすめ。動画の最後でいくら売れたか発表するので、ぜひ最後まで見てみてください。それではここから捨てるもの、売るもの、保留するもので分けていきます。昔通っていた英会話学校のノート、いつかまた勉強するかもとずっと取っておいたのですが、過去2年一度も見返すことはありませんでした。捨てます。電池も古いものは錆が出てきたり、もはや何の電池なのかわからないものもあったので不燃物へ。あとはダブっているものも結構出てきたので1個残して、あとは手放すことに。今使っていないものはいらないものとつぶやきながら、なるべく捨てるのではなく売るものに仕分けていくようにすると片付けが一気に進むので、やはり買い取りの種類が多いお気に入りの不用品買い取りを見つけて、片付けの前に回収日を決めてしまうのが一番いい気がします。この押し入れは入居時に襖を外して突っ張り式のロールスクリーンを上下に分けてつけているのですが、日中上段の方は開けっぱなしにして使うことが多いので、このホワイトのクッションフロアを敷いてちょっとおしゃれな感じにしていきたいと思います。クッションフロアはいつも楽天で買っています。築30年の賃貸マンションなのですが、クッションフロアを敷くだけで自分の好きな色に変えられてイメージがだいぶ変わるので、リビングダイニング、子供部屋、トイレなど結構いろんなところで使っています。ハサミやカッターで簡単に切れるので扱いも楽です。ちょうどいい大きさにカットして仮置きしたら、マスキングテープとクッションフロアテープを使って貼っていきます。このマスキングテープは壁紙や本舗さんで購入した和紙でできたマステで、剥がしやすいと評判の良い商品。実は私、前の賃貸に住んでいた時に貼って剥がせる壁紙を押し入れに直接貼ってしまって、綺麗に剥がすのに一晩かかったことがあります。そもそも貼って剥がせる壁紙は壁紙の上に貼る商品なので、私の使い方が完全に間違っていたのですが、それ以来、たとえマステであっても板に貼るときは安価なものやあまり長期間貼り続けることは避けるようにしています。マステの上からクッションフロア用のテープを貼っていきます。このテープはかなり粘着力が高いのでマステは必須です。今回使ったマステとクッションフロアテープは賃貸 DIY で結構いろいろと使えるので、概要欄にリンクを貼っておきます。クッションフロアテープを剥がしてクッションフロアを実際に貼り付けていきます。ここは一回貼ると剥がしづらいので慎重に一発で決めます。ちょっと硬いのですが縁をしっかり折り込みます。下に回し込んでこちらもしっかり貼っていきます。押し入れの上段にクッションフロアを貼ったらこんな感じに仕上がりました。机みたいにも見えて、このまま開けっぱなしにしてもすっきり見えそうです。それでは次に押し入れの上段にカラーボックスと100均グッズを使って収納を作っていきます。引っ越し歴8回、賃貸歴24年なのですが、結局一番使い勝手がいい収納は空ボなんですよね。100均グッズはセリアのものを使っていきます。まずは突っ張り棒、
それから突っ張り棒にかけて使えるブリッジシェルフ、そして突っ張り棒を補強するためのアイテム。最初に突っ張り棒の補強アイテムに付属のテープを貼って準備しておきます。次に補強アイテムを貼り付ける位置を測って鉛筆で印をつけていきます。これ結構面倒なのですが、逆にこれをやらずに感覚で貼ってしまうと後から突っ張り棒が斜めになって何度も貼り直すことになるので、急がば回れでこの作業はスキップしない方がいいです。印をつけたところに補強アイテムを貼って、その上から突っ張り棒をつけていきます。100均の突っ張り棒はちゃんとしたものに比べると強度が弱いのですが、補強アイテムと併用することで強度が上がってだいぶ使いやすくなります。突っ張り棒の上からブリッジシェルフを2つはめ込んでいきます。これでカラーボックスの中が仕切れて2段になりました。あとはこの作業をひたすら繰り返して残り5箇所どんどん仕切りを作っていきます。全部仕切ったらこんな感じになりました。次にこちらもセリアの商品でラッセバスケット A4 サイズ、これが横置きしたカラーボックスにちょうどいいサイズだったので全部で12個買ってきました。12個買っても100均なのでお財布に優しくて助かります。このセリアのラッセバスケットシリーズはシンプルなデザインでとってもあって引き出しやすいのが特徴。このサイズは浅めの作りなので上段も下段もパッと見で何が入っているか分かりやすく、とても使いやすいオープン収納になりました。カラーボックスと100均グッズでこんな感じの収納が完成。全部統一するとすっきり見えていいですね。必要なものがワンアクションでパッと取り出せて片付けるのも一瞬。複数のアイテムを使うときは引き出しごと持っていくこともできます。カラーボックスの上にはダイソーのファイルスタンドを置いていきます。こちらは330円商品なのですが、シンプルなデザインで割としっかりした作り。無印のものと迷いましたが結構な数が必要だったのでお財布に優しいこちらを選びました。左端の手前の空いたスペースには充電ステーションを置いて、右側のカラーボックスの上にはメルカリに出す商品と梱包材置き場にしました。この空いたスペースは作業台として使っています。ここでメルカリの商品を梱包、全部ここで完結するようにメルカリ関連のものをまとめたことで出品のハードルが下がって断捨離がかなりはかどるようになりました。この収納をさらに使いやすくするためにラベルも作っていきます。ラベル作りで使っているのはブラザーの P タッチキューブというラベルライター。テープの幅が 3.5mm から 24mm まで選べてラミネート加工で耐水性があり長持ちするので愛用しています。今回は 12mm のテープでラベルを作っていきます。スマホアプリからラベルを作れるようになっています。P タッチキューブは選べるフォントやイラストの数が多く、今までラベルライターを使ったことがない方でも簡単におしゃれなラベルを作れるようになっているのでかなりいい商品だと思います。ラベルのデザインができたらあとは印刷を押すだけ。オートカット機能がついていて複数のラベルを作る時でも自動で1枚ずつ切り離されて出てきます。またラベルシールはあらかじめ半分の切り込みが入っていて剥がしやすいのも地味に嬉しい。剥がせないとキーってなっちゃうのでありがたい心遣いです。完成したラベルをラッセバスケットの取っ手部分に貼っていきます。自分一人だったらラベルなしでもいいかなと思うのですが、子供たちも迷わず出し入れできるようにするためにはやはりラベルがあった方が使いやすいなと感じています。これでどこに何を片付けるかが一目でわかるオープン収納が完成しました。最後は下段の布団収納を整えていきたいと思います。まずはぐちゃっと置かれた布団たちを一旦全部出していきます。ニトリで3通りで使えるという布団収納バッグを買ってきました。布団収納バッグの存在はもちろん以前から知ってはいたのですが、わざわざバッグの中に入れるというのがどうもめんどくさく感じてしまって今まで手を出せませんでした。でも布団をそのまま押し入れに入れるとどうしても下のものが取り出しづらくなって、一回全部出してから下の布団を取り出すというようなことを長年やっていたので、やはり収納バッグを使って重ねない収納にした方がかえって楽になるのではないかと思い、今回初めてチャレンジすることに。仕切りがついていて使い勝手は良さそう。仕切りを立てた状態で毛布を入れていきます。肌布団と薄手の毛布も入れていきます。ちょうど1人分の冬用の掛け布団セットが入りました。こうやって広げたまま押し入れに収納することもできるのですが、重ねず横並びにして収納していきたいので、チャックを開いて2つ折りに変形させていきます。持ち手を引き上げるとコンパクトな2つ折りの形になりました。下段の衣装ケースの上に横並びで押し入れに入れていきます。ちなみにこのニトリの布団バッグは通気性がとても良く、窓付きなので何が入っているか一目でわかるようになっていました。これで下段の布団収納と上段の押し入れ収納がきれいに整いました。ごちゃごちゃして使いづらかった押し入れ収納が開けっぱなしでも気にならないすっきりしたオープン収納に大変身。ちなみにポレットに出した不要品の買取金額は 28,700 円でした。高額買取になった理由と使った商品の一覧は概要欄に載せてます。30秒でわかる暮らし系のショート動画もたくさん投稿しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。